どうも、モブです。今回は前回に引き続き全 SSR 武器性能評価についての動画になるよ。それじゃ早速見ていこう。最初に動画の理解度を上げるために今回の評価について説明するよ。評価は動画の特定の部分で左上に記載するよ。また詳細等はこんな感じだよ。これは動画投稿時の全体的な視点から見た評価になるため、数ヶ月後には変動している可能性があるよ。まずは延長霊だよ。延長霊は水篠旬の武器の中でも一番コア攻撃に特化した非属性武器だよ。この武器は5突することでコア攻撃のゲージチャージと火力の元である効果が2度目のコア攻撃でも再び付与され、安定した高いダメージを叩き出すことが可能だよ。しかし5突未満ではそれもうまくいかず、またチャージ型スキルを打った後にコア攻撃を打つのが一般的なスキルコンボのため、この武器だけに必要な時間がとても長いこともネックだね。この武器は今後の情報修正や追加される新武器によって立場が大きく変わりそうだね。総合的な評価としては、現在非属性武器の中では立場が上のため、点数もピックアップ順位も高いものの、上位グループを優先しつつ5突が近づいてきたら本格的に狙うことをおすすめするよ。次は月影だよ。月影は梅花に続き幅広いコンテンツで採用される最強武器の一角だね。性能としては、まず無突から影踏みのような敵の行動を制限できる効果を持っており、動き回るギルドボスに対して相性が良いよ。さらに1突することで一定時間受けるダメージと受ける闇属性ダメージを 45% 増加でき、最強とも言われるバイルスラッシュの火力をさらに引き上げることができるよ。また3突することで本来は月影のフィニッシュ攻撃時にしか付与されなかった月食効果が影踏みの後にも適用されるようになるよ。この3突効果は最強デバフとも言われる影踏みの効果をさらに強化でき、大ダメージを与えることが可能になるよ。そのためギルドレイドではいかに影踏みを多く適用できるかが重要になるね。また5突することでチームファイトモードに特化した効果を獲得でき、破滅の力やギルドボスを含む幅広いコンテンツで使用することが可能だよ。総合的な評価としては、梅花に続く最強武器であり、5突だけでなく貫突まで狙うことを強くおすすめするよ。5突以上にすることで次元進化効果により攻撃力を含む基本ステータスを大幅に増加できるため、ギルドレイドや破滅の力のような得点型のコンテンツではその効果を大いに発揮できるよ。次は梅花だよ。梅花は俺らの始まりから終わりまで永遠にトップの座に降臨するとも言われている最強武器だよ。性能は最強と言われているが、火力武器ではなく火力補助武器としての立場が普通であり、その補助効果が強すぎて自身でも高いダメージを叩き出すことができるよ。その効果として、まずスキルを使用するとクリティカルダメージが増加する梅花効果を永続して付与できるよ。さらにダッシュと連携させることで満開効果を付与することができ、ダッシュ回数に余裕があるときはダッシュしてからスキルを使うと高いダメージを出せるよ。次に1突することでスキル使用後に新たな効果の打倒術を付与できるよ。この効果は次の攻撃に対してクリティカルが出る確率とスキルダメージを 32% 上乗せすることができるよ。さらに3突することで発動条件が緩和され、ダッシュをするだけでの打倒術を付与でき、効果時間の延長に加えクリティカルダメージ増加も追加されるよ。最後に5突することで梅花効果の最大重複回数を引き上げ、ステージ入場時から梅花効果が2回分発動した状態から
戦闘を始めることができるよ。最強武器であるバイカにはこれだけのバフ要素があるけど、魅力としてはダッシュをするだけで火力補助武器としての役割を果たせる点と、高難易度ステージに挑戦する際に大幅に減少効果を受けるクリティカル関連能力をサポートできる点だね。総合的な評価としては1位であることに揺るぎない性能であり、初心者はこの武器を真っ先に3凸または5凸にすることをお勧めするよ。また5凸で満足せずに最優先で貫突させよう。次はキルダ・アウルフだよ。キルダ・アウルフはコア攻撃とスキルにブレイク効果を持ち、サポート性能も充実した武器だよ。性能としてはコア攻撃にもブレイク効果があるため、その特性を生かすような仕様があり、1凸することでブレイク効果を 25% 増加させ、亀裂効果が切れる前にブレイクさせることで受けるダメージ増加のデバフを付与することができるよ。そのため同じ光属性のブレイク特大効果を持つスキルとの相性が抜群だね。また3凸にすることで1凸と5凸の効果をサポートするような行動を制限できる能力を獲得でき、5凸にすることで破壊効果の大幅な強化をすることができるよ。しかし大抵の敵に対しては破壊効果の重複をうまく重ねることができず、最大限の力を発揮することは難しいよ。今後ブレイクゲージを異常な速さで復活することができる強敵が登場しないかな。総合的な評価としては光属性弱点のステージやギルドボスなどで主要武器がない場合に代用として扱える武器だよ。そのため優先度は高くなく、ぼちぼち凸を重ねていければいいかな。しかし今後追加されるであろう光属性のステージによっては大きく順位を上げる可能性もあるよ。次はボルカンの怒りだよ。ボルカンの怒りは韓国で開催されたチャンピオンシップでも有名になった武器だね。性能としてはスキル使用後に殴りまくるタイプで、凝集効果を最大重複させ、ボルカンのカゴを爆発させることで大ダメージを与えるよ。またこの武器は3凸効果が非常に強力であり、15秒間も攻撃力を 20% 増加してくれるよ。さらに1凸効果より条件が大幅に緩和され、スキル使用時からこのバフを獲得できる点も魅力だね。総合的な評価としては現在使用先がほぼなく、3凸していれば十分な性能であるため優先度は低いよ。今後の情報修正に期待しよう。次はテティスの魔導書だよ。テティスの魔導書はオレアラの初期から強いと言われている武器の一つでもあるよ。性能としてはスキルが命中することでマイナス0効果や深層侵食効果を敵に付与できるよ。また氷結効果適用中に受けたダメージの一定数値を追加分のダメージとして与えることができ、5凸することでこれらの効果をより体感できるようになるよ。しかしメインの効果は1凸の深層侵食効果、受ける弱点属性ダメージを 24% 増加させる効果であり、命中後即ダッシュキャンセルすることが多く見受けられるよ。またギルドボスでは全属性が弱点のため最強デバフとしても君臨し、土器の戦場での使用率も悪くないよ。総合的な評価としては土器の戦場、ギルドレイド、破滅の力、その他のステージで多く採用することから優先度は極めて高いよ。バイカや月影を5凸することができたらピックアップしていこう。次は悪魔王の長剣だよ。悪魔王の長剣は似たような名前の武器、悪魔王の短剣の登場で存在が薄くなった隠れ最強武器だよ。性能としてはまず分かりやすく表現すると反撃や気絶効果を持ち、戦闘力ペナルティや属性を無視できるほどの圧倒的なヒット数とダメージを叩き出せる優秀な武器だよ。
悪魔王の長剣は追加ダメージ要素を合計で3つも所持しており、1つが無属性、2つが風属性ダメージだよ。無属性ダメージの高麗効果は同じ対象を3回攻撃するだけで発動でき、追加ダメージによって容易にヒット数を稼げるため、戦闘中ずっとこの効果を発動できるよ。また2つの属性ダメージも風属性弱点ステージではかなりのダメージを叩き出すことが可能で、光の攻防バラン強者の証明でも採用率が極めて高いよ。総合的な評価としては梅花や月影には劣るものの非常に優秀な武器であるため、優先的に5凸にすることをおすすめするよ。最後は影の鎌だよ。影の鎌はチャレンジミッションを通して2本も無料でもらえるスタートダッシュに特化した武器だね。性能としては無料でもらえて凸を重ねやすいため、序盤は強く見えるものの性能としては欠点が多く、徐々に使う場面がなくなっていく武器だよ。そのため総合的に見ても使用先がほぼなく、評価としても優先度としても最下位レベルだよ。使用するのは序盤だけにしよう。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。